オノマトペを知っていますか？オノマトペは日本人がとてもよく使う言葉の表現です。日本人はオノマトペがないと話すことができないぐらいよくオノマトペを使います。アニメやドラマでもよく聞くと思います。まず、オノマトペは何？オノマトペって何というところからお話をします。オノマトペって何？赤ちゃんが泣いている声を皆さんはどう表現しますか？文字で書きにくい音ですよね。そんな音を文字にしたものがオノマトペです。普通は文字で表しにくい音を文字にしたものがオノマトペです。赤ちゃんが泣いている声のオノマトペは、おぎゃーおぎゃーです。本当におぎゃーおぎゃーと言っているわけではありません。赤ちゃんの泣き声がおぎゃーおぎゃーという言葉に聞こえる。だからこの言葉で表しています。おぎゃーおぎゃー。こんな声ですかね。ちょっと赤ちゃんじゃなかったかな。このようにドアをノックする音。これも普通は表さないですよね。でも日本語では表すんです。音って文字にはしにくいですよね。それを文字にします。それがオノマトペです。このようにドアをノックする音。このオノマトペはコンコンです。このように実際に聞くことができる音を文字にする言葉を擬音語と言います。赤ちゃんが泣いている声、ノックする音、これは聞くことができます。でも、音がないものにもオノマトペがあります。例えば、頭が痛いときに頭が痛い音は聞こえないですが、これにもオノマトペがあります。頭が痛い時のオノマトペはズキズキです。音はない様子や状態を表す言葉を擬態語と言います。ない音とか人の状態、物の状態を表す言葉が擬態語です。そのオノマトペで細かい状態を表すので、日本語にはなくてはならない言葉です。例えば、病院に行った時に、オノマトペを使わないとうまく症状を伝えられないということがあります。お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。どんな感じで痛いんですかって時々聞かれます。そんな時に、キリキリしてますとか、キリキリ痛いんです。あとはズキズキしてます。ズキズキ痛いんです。と表現します。これはどんな痛みかっていうのを伝えています。このオノマトペを使うと、医者は病気や原因を推測することができます。日本語には痛い時には痛いという表現しかありませんから、その痛みがどんな痛みなのかをオノマトペで表現します。ですから、痛いという言葉一つに対して、オノマトペがたくさんあります。では実際に笑っている時のオノマトペをいくつか紹介します。一つ目、ゲラゲラ、ゲラゲラ。ゲラゲラは人が笑っている時に出る音なので、これは擬音語です。
使い方です。息子が漫画を読んでゲラゲラ笑っている。友達は私の話を聞いてゲラゲラ笑っていた。このように使います。イメージはこんなイメージです。大きい口を開けて大きい声を出して笑う様子がゲラゲラです。面白いものを見たり聞いたりしたときに大きく笑いますよね。本当に面白いとき、もう笑いがこらえられない、もう笑いが止められないようなときにすごい大きな声で笑っている。これをゲラゲラと表現します。すごく面白い漫画を見たときに子供とかも大きい声で笑いますね。実際にゲラ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 と笑っているわけではありませんが、ゲラゲラと表現すると大きな声で大きい口を開けて激しく笑っている様子を表すことができます。こんな感じで笑っている子供に対してお母さんがもうゲラゲラ笑ってないで宿題しなさいよって言ったりします。次はあははです。ねえ、勝也が宇宙人見たって言ってたよ。あははは、そんなわけないじゃん。こんな感じで使います。あははは大きな口を開けて面白そうに笑う様子です。あははよりもゲラゲラの方が大声で下品に笑っている感じがしますね。ゲラゲラよりもあははの方がまだおとなしいです。どちらも大きい声ですけど、ゲラゲラの方がもっと大きい声です。あははは漫画で笑っているときに文字であははって書いてあることが多いですね。これは多分英語でもあるんじゃないかなと思います。3つ目はクスクス。あそこで女の子が2人で話してクスクス笑っている。電車の中に派手な服を着ている人がいて、その目の前で女子高生がクスクス笑っている。さあ、これはどんな表現だと思いますか？クスクス笑っている。何をイメージしますか？クスクスは大きい声で笑いたいのを我慢して静かに笑う様子です。大きい声を我慢しているので、ちょっと声が出ちゃっている状態です。ちょっと変な人を見たときに、大きい声で笑うのは失礼ですよね。相手のことを笑うのは失礼だけど、どうしてもその笑いを我慢できない。笑いたくないんだけど笑っちゃう。どうしようって我慢をして、でも出てしまう笑った声。これがクスクスです。皆さんもこんな経験はありませんか？電車やバス、映画館、クラスの人など、いろいろな人を見て、ちょっとなんかあの人変だねとか思った時に、笑いたいけど笑っちゃダメだ。でも出ちゃう声がっていう時ありませんか？それがクスクスです。笑う時の激しさ、おとなしさ、あとはその時のその人の様子。今、笑っている時のオノマトペを3つ紹介しましたが、この他にもまだまだたくさんあります。笑った時のオノマトペもまだたくさんありますし、その他のオノマトペもたくさんあります。少しずつオノマトペも紹介していきます。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。